皆さん、こんにちは。サバです。ゆきちゃんです。ようこそ来てくださいました。そしてチャンネル登録ありがとうございます。大変励みになっております。今回は、おなは薬局チャンネルダイエットより、メンタル的な部分よりフォーカスした、魂のメソッドは終了したんですけれども、番外編としてお伝えしようと思います。それでは早速参りましょう。先生よろしくお願いいたします。今回番外編なんですけど、それでもご視聴者の中から、ありがたいことにもうどうしても聞きたい言葉があると。キーワード降りてくる。降りてくる。まあいわゆる降りてくるっていうことをね、よく聞くんですけど、まあこの方は一向にそんな感じになったことがないと。降りてくるっていう感覚になるにはどうすればいいんでしょうか。僕が降りてくるっていうことをそう伝える形で、どういう状況でこういうのをかけるんですかっていう時に、やっぱり、降りてこないと僕はできないのでっていう言い方する時に、一番最初に分かりやすかったのが、皆さん、中牧年さんってご存知ですか？牧年さんが彫ってるシーンって見たことある？ない？今度ぜひNHK だったと思うんで番組でやってる時に牧年さんが制作風景を撮ってるんですよ。必ずこうやって手を合わせて神々にお祈りしながら始めて、もうこの瞬間で降りてるんですよ。で、一心不乱に掘ってきます。で、先生のすごいのは、下絵的なものっていうのは、もうパーッと描いてる段階。で、これがもうどんどん掘っていくのに、もう、早いんですよ。本来の自分たちの体のエネルギーよりもさらにパワーアップするんですね。で、これで、ある方が YouTube で言ってたのは、今なんか前に話した、集中するゾーンがあるんですね。で、それがやっぱり集中してる時に降りてきてるっていう形のものを言うと、分かりやすいのが一般の人に降りてるってどういうことっていうと、映画館で映画見てるでしょ。向こうの人になりきれるじゃん。それが今自分の集中できてるその中で降りてるところ。結局、自分があの状態になりながら何かを創作するというのが僕の降りてくる。もう集中ですね。そうなんです。一番わかりやすい言い方で言うと、見てる自分の好きな推しがいるでしょ。それを見てるときに話しかけられたらイラつくでしょ。自分の世界にも僕最近びっくりしたのが、うちの娘が入った推しを、なんとうちのマネージャーである嫁が逆推ししてんのよ。めちゃくちゃハマってで、もう触れない。もう出てる波動が今私たちに話しかけないでっていう状態になってる。収録の合間に先生の今期の作品とかいろいろパンフレットいろいろ見たんですけど、これ先生こちらの方が間、間と書いて間、そうですね。でこちらが人、要は人間って普通に読むんですけど、ちょっと降りてきたっていうのをキーワードに重ねてちょっと説明をお願いできますか？はい、この降りてきてくる瞬間っていうのは、何を今回作品で書こうかという時のキャンバスに、僕は他の書家さんと違って出来上がった額を自分で大切に作って、で全部額を作って、それからこの子にはどういうものを書こう、お前はこんなんだからここで書いてあげようっていうのを額を作って額を見ながら決めていくんですよ。なのでこれ畳1畳分あるんですけど、横に畳1畳分で作ったんです。でこれは縦に畳1畳分で作ってあるんですよ。でこういう大きい対策を作る時の感覚で、じゃあ実際これを何を書いたら自分が思ってる世界観と自分のものができる今回の作品になるんだろうっていうのを、その作品の前にいてずっと考えます。でその時に降りてくるんですよ。何かというと、こういうのを書いたらどう、こういうふうなものだったらどう、こういうふうなものができるんだけどっていう形のものが漠然として自分の頭の中に浮かんできます。まずイメージトレーニングすると思うんですよね。ダイエットの方もやっぱり自分はこんな体型になりたいってイメージもあると思うんですよ。それとこの降りてくるっていう波動がね、一致すればそのゾーンに入るっていう。というのはちょっとごめんなさい、ちょっとちっちゃい解説ですけど。でも同じような感覚だと思いますよ。僕ね、どうぞ。いろんな自分の側近的な自分のパートナーがいて、そのパートナーがよく言われたのが、
もう他の女キョロキョロ見るなって怒られたんです。そんな見ることあるんですか？で、僕は別にキョロキョロ女を見てるわけじゃないんだけど、見てるところが女を見てるように見られてたんだろうなと気づいたんですよ。いやいや、さ、どうぞどうぞ。見てるものが女であっても男であってもそれは誰でも見るし、僕は自分が気になるものは何でも見てるよと。で、世の中の中で僕はアンテナ3本以上4本以上立ててないと、いろんなものを自分の中で吸収もできないし、それを見ることによってしか、聞くことによってしか、自分は感性を自分の波動に合わせることができない限り、ものができないから見てるんだけど、いかんせん、そういう人たちは、また女見てってなるんだよ。ああ、なるほどね。じゃあ先生、女子としては見てないんですか？いやいや、もう美しいもの。これわかるかな？いやいや、頑張ります。そうそう。女性的な美しさというものは、男の永遠の課題なんですよ。ちょっと嫌な質問していいですか？先生にとって、女性の美しさっていう究極って何ですか？阿波踊りです。やだ、どうして？いや、わざと言っていいのかしら。皆さん言っときます。日本の文化の中で一番美しいものは、日本の僕最初、琉球舞踊だと思ってました。あれも取り入れつつ、その中で、着物のラインと、下駄と、手踊りと、顔を隠したものと、二の腕と、太もものスリットの入ったような着物のラインは、あれは、どんな女性でも美しく見える。ちょっとそれな。どんな女性でも。ごめん、言葉は悪いかもしれんけど、体型がどんなんであれ、あれは、もうすべての女性の美しさを表現するための踊りです。まず、男性も男踊りを踊ってる、めちゃくちゃセクシーだよ。いやいや、顔が露骨に出ないからまたさらにいいのかなって。そう、日本の美的感覚っていうのが、多分そこだと思う。女の人しか出せない手のしなやかな動きから来る足の下駄の音で、首の角度、腰の動かし方、これは全てトータル、全部含めて女性を美しく見せるのは阿波踊りです。先生のこの美的の中で、この作品ちょっと反映されたことってありますか？ありますね。それを一番最初に分かった女の子に言われたのは、あなたエロいねって言われました。文字を書いてる時に、こんなことも、こんな文字も、あんな文字も、その人に合わせてあなたは書くことができるんだねっていうのが見透かされた女の子がいて、で、その子が僕に言った一番の褒め言葉が書いてる時にエロいねって言ったの。で、それを見透かされた瞬間、僕は一番すっぱだかにされた気がした。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい、そう。全部見透かされてたっていう。でもね、色気とかね、妖艶っていうのは、やっぱり、私から言わせたらいろんな経験値をね、女子、積み上げないとね、出せないですね。女性として男性として生まれた性別的なものを抜いても、その人の魅力っていうものはその人が持ってるんで。まあそれと一緒にこのね、先生の今年の対策であるこの人感、はい。これシンプルにここに行くまでの道のりはどうだったんでしょう？いやー、簡単なものではなかったですね。もちろんもう語れないとは思いますけど、でも私が一番気になったのはこちら漢という文字なんですけど、先生どうしてこちら太くしてこういう比重になったんですか？基本的にはいいところやっぱり見てますね。間という文字は基本的には真ん中火じゃないですか。あれ昔は月だったんですよ。なので月が火に変わった。で、私がずっと追い続けていた阿吽という形からすると、陰と陽という形に全部入る。善と悪とか、白と黒とか、そういうふうなものの世界観がここにもあるというのが分かったんですね。僕は宇宙観の中に散らばる星だと思って散らばれました。素晴らしいですね。で、私たちの人と人の間には、きちっと何かキーワードになるものがきちっとないと、基本的に僕の作品っていうのは、僕はこういうふうに作ったけど、こういう意味なんだけど、って言っても、
ご本人たちが受け取るときにそうじゃないものがあればそれでいいんですよ。そう、もうこれはもう答えは何もそうないです。ので、みんなバラバラでいいですよね。それと一緒にもうダイエットも、やっぱ答えはないと思うんですよ。ですね。ご自身で全てもう答えを導き出す中で、やっぱりこういう作品に触れてそこからスタートだと思います。はい。おまけといえどもゆきちゃん共鳴共振してほしいなと思うので漢方茶ダイエットの PR をお願いいたします。はい。今日からどうしても痩せようと思う人はですね、漢方茶ダイエットを使ってですね、始めるとですね、みんなと同じようにしっかりと確実に痩せていきますので、ぜひお試しください。長きにわたってこのメソッド企画8回プラスおまけが終了いたしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。また次回どちらかのチャンネルでまたお会いできることを楽しみにしております。ご視聴どうもありがとうございました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。